こんにちは、パピガニーです。今回はですね、キャリアモードの解説をしていきます。キャリアモードの中のミッションエリアを拡大していくという方法について以前の動画で解説したんですけれども、今回いろいろですね、何回かやった結果、コツみたいなものが分かりましたんで、その辺について解説していきたいと思います。で、その前にミッションエリアの拡大の目的なんですけども、ミッションエリアを拡大していくことで、そのエリア内に新たに航空機を購入して設置して、パイロットの方で飛んでもらうと。台数を多く配置して自動的収入を増やしていきましょうという内容になっています。ミッションエリアを拡充していくことで、その得られる自動的収入は何かというと、いろんな機種、いろんなその会社で収入を得ることはできるんですけども、1件につき5000クレジットくらいになってます。やっぱり航空機が高いと自動的収入も高くなるようです。このエアバス125は結構高額な機体なんですけども、だいたい200万クレジットぐらいかな。で、それだとこのぐらいの収入が得られるということですね。それ以外のやつは、カブリ G2 とかセスナスカイホークはだいたい40万クレジットから60万クレジットなんで、購入した航空機価格の100分の1程度の自動的収入が得られるというふうに見なしていいと思います。見てわかる通り、飛行時間はだいたい30分なんですね。多分実際にシミュレーションして飛んでいるわけじゃなくて、何かのその基準によってこの飛行時間と収入も簡単に決められるようになってるんだと思います。そういう計算式が含まれてるんだと思いますね。これまでやってきたそのミッションエリアを拡大した地域をちょっと見ていきます。実は昨日ですね、まさに昨日、北朝鮮になるんですかね、エリアとしては。に飛んで、ここをまずミッションエリアとして拡大しました。これは韓国からこちらに飛んだんですね。で、それ以外にも、このカンボジアとかタイとかのこの方面ですね。ここもいろいろ拡大しています。最初にできていたのは、ここのシンガポールに、ミッションエリアがあったんですけども、ここから拡大していってます。で、ここはですね、勝手にエリアが拡大されていました。能動的にやったのはここですね。ここまで飛んでいって、まずこのエリア、タイのエリアを拡大して、そこからベトナムの近辺まで来ています。で、特にヨーロッパは、ここはずっと最初からいろいろ飛行機を配置しているので、どんどん拡大していってますね。ベニスの北側も拡大されています。で、ここも農業航空を主にやっていたんですけども、なぜかここにエリアが拡大されていますね。アメリカの方もこの東海岸のニューヨークの上、ここはいつの間にか出来上がっていました。最初ここにそのエリアがあったのかな。それが北の方に拡大されていると。ここは最初の時点で科学研究をやった地域ですね。で、こちらがこの科学研究をやった地域から西海岸の方に飛んで新たに、これは能動的に作成したエリアになります。実はこの北の方に空輸建設のエリアがあるんですけども、これは何回か挑戦してるんですけども、なかなか成功することはできなくて、結局このエリアの設置はできていません。今回はここから中国の方にエリアを拡大していきたいんですよね。で、特に中国は発展がすごくて、都市の景観がだいぶ変わっているので、その都市景観を見るためにこっちの中国方面に進出していきたいと思っています。この中で中国方面に飛ぶのはこれですね。で、今回フライトコントローラーは使いません。このタッチコントローラーと、あとちょっと新しいデバイスでですね、エルガト社のキーカスタマイズできるデバイスを使ってやっていきたいと思います。ということで、まずここから西側、こちら側に飛ぶ航空機を探すんですけれども、一方通行のミッションじゃないとできないので、主にその一方通行になるのは、チャーターサービスのプライベートか、メディパックか、この貨物輸送、この3つのどれかになりますね。なので、この中から貨物輸送を使っていきたいと思います。やっぱりこれですね。ちょっと距離が長いんですけれども、距離が長い場合は途中ショートカットできるんですけども、ショートカット可能になるまでの時間がかかります。で、その辺もですね、後で説明していきます。では実際にやってみましょう。随分遠いですね。最初離陸して以降、ここは全部ショートカットする形になります。で、ショートカットするとすぐにこの着陸地点に到達しますんで、時間的には場合によっては10分ぐらいで終わるんじゃないかなと思います。で、その手順をこれからやっていきますね。それではミッションの承諾をします。このまま飛行に移って開始していきますね。はい、そしてミッションステップの中のプリフライト、これはですね、L 型としたのでストリームデッキのキーに割り付けていますんで、この Alt N ですね、によってタキシングにスキップします。で、中に入って、で、ここでも、タキシングにスキップします。準備が整ったようなので、主な詳細を説明しますね。位置を合わせて、タキシングを通知する。これはスキップしてもいいのかな。一応通知しておきましょう。周期ブレーキを
解除する。長押しで離陸にスキップするでもいいですね。この場合は長押し、ショートカットでスキップします。ここで中期ブレーキオフにして、タキシングする。じゃあスロットルを上げて離陸していきます。違うわ。これ向こうまで行って U ターンしないとダメなんだ。ここはショートカットできないんですね。それで離陸してからですね、高度が設定されます。このミッションステップの中で指定される高度があるんですけども、指定の高度に到達するまでは、スキップできないというか、ショートカットが有効にならないんですね。ですから長距離の場合は、あるいはこのジェット機のような場合は、比較的高度が高い位置、15000フィートとか、2万フィートに設定されるんで、そこまでの時間が結構かかる、長い時間がかかる形になります。はい、ということで、まずは離陸から開始ですね。はい、では離陸していきます。はい、24000フィートですね。これはね、結構時間かかるんですよね。で、この更新のやり取りがたまにね、周波数を変えるとか、そういうのを指示されるんですけども、ちょっとその変え方はね、よくわからないんで、ちょっとなんで一応これで、選択しましょう。これは多分コードの選択ですね。24000。で、この24000に到達した時点でショートカットが有効になります。これだけ押せばいいのかな。垂直ナビゲーションオンと。一応コードはね、オートで設定されているので、特に気にすることなく、この方向だけは、今設定されているこのニードルの方向に合わせればいいんだと思いますね。あそこで本当は曲がるのか。本来は、このマップの、経路と実際の表示されるインジケーター、青い枠が一致するはずなんですけども、たまに全く一致しないことがあります。方向については一応合わせる必要があるんですけども、コードについてはね、特に合わせる必要はないんで、インジゲーターよりも高い位置を飛んでも問題ないでしょうと。今24000フィート。はい、これで24000フィートに到達したので、Alt+N を押してスキップできますので、ちょっとストリームデッキのボタンを押してスキップしていきたいと思います。はい。おう。さあ。スピード速すぎ。ちょっと待って。これもう一回。いや、速すぎるでしょ。スピードが。しかも通信ができなかったんだ。オートパイロットオンになった？なんで？ちょっと待って。オートパイロットオンにしないで。このですね、たまに無線が効かないことがあるんですよね。今の位置はちゃんと着陸地点に来てんのかな？なんか途中の位置を示してますけどね。スピード下がりすぎ？ちょっとラップをオンにして。トラフィックパターンに従うファイナルのシグナル出てないな。ファイナルは多分この辺なんでしょうね。こっから経路に沿っていきます。ギアダウン OK ですね。そしてこの辺のなんか垂直モードオフですね。スロットルを下げてスピードを落とします。ちょっとあそこ急に曲がってるんですけども、あれは急に曲がりすぎなんで、あの通り行かない方がいいと思います。ちょっと向こう側から大回りにしていきたいと思いますね。スピード下がりすぎ。なんか場所が違うような気がするな。これ見るからになんか経路上の場所じゃないですよね。はい、ここでスピードを落として、滑走路が短いな。さあ、着陸できました。本当にここでいいんでしょうか。手前で待機ですね。この手前で待機します。そして、これで停止スキップできるので、
一応ここでタキシング宣言しますから。ちょっと待って。おい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 。なんでなの。ちょっとブレーキが効かなくなってんだけど。しかもこれさ、スロットルが下がらんぞ。はい、ここでスキップしますよね、もう。よいしょ。あれ？素晴らしいフライトでした。機長、本当かよ。無事にここまで届けてくれてありがとうございます。機長、はい、で、停止完了します。深刻なことは何もありませんが、危機一髪でした。ここからは我々が全てを引き受けますので、君は飛行データを確認してください。OK。コントロールシフト E ですね。押して、これもストリームデッキをつけたボタンを押して終了します。一応到着したっぽいですね。目的地には着いたようです。ここは中国のどこに当たるんだろう。フライト終了と。はい。ということで、ミッション成功しましたので、これでね、新しいミッションエリアが拡大できたということですね。ミッションエリアの拡充状況を見てみましょう。さあ、今到着したのがここですね。中国の北部、都市部ではなさそうですね。ここからですね、南下していきたいと思うんですけども、南下するミッションはなさそうだ。できれば北京とかね、その辺に、行きたいんですけれども、南からはですね、カンボジアとかベトナムとかその辺からインド方面のね、都市もいろんな面白いものがあると思うので、そっちにエリアを拡大していきたいと思ってます。ということで、今回はミッションエリアのね、拡大方法、できるだけ簡便にというか、ポイントをまとめて説明してみました。はい。この動画がね、ためになった、あるいは面白かった方は、いいねボタン、そして引き続き、ミッションエリアのね、拡大状況とかですね、そういうのを見ていきたい方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは、Good day! Papadani VR 614, leaving my channel space, push subscribe button is approved. Good day.